皆さんこんにちは。よみのポッドキャストの時間です。改めまして明けましておめでとうございます。2024年もどうぞよろしくお願いします。今日は日本で使われている外来語についてお話ししようと思います。外来語とはもともと外国の言葉ですが、日本に入ってきてその言葉が日本語と同じように使われるようになった言葉のことです。外来語は一般的にカタカナで書きます。例えば、コーヒーやビールなどがあります。皆さん、突然ですがここでクイズです。日本で一番たくさん使われている外来語は何だと思いますか？ 3 位はボランティアです。2位はリサイクル。そして1位はなんとストレスだそうです。ストレスが1位というのもなんだか今の世の中がよく現れているようで何とも言えませんね。皆さんはストレス溜まってないですか？そして外来語は特に食べ物に多く使われています。例えばピザ。これはもともとイタリア語です。ハンバーガー。これは英語だと思っていましたがドイツ語なんですね。オムレツやコロッケなどはフランス語から来た言葉です。オムレツやコロッケはもう完全に日本の家庭でもよく食べている家庭料理のような感じがしますね。また外来語には英語から来たものが多いですが、他にもフランス語、ポルトガル語、ドイツ語などいろいろな国から入ってきた外来語があります。ポルトガルと日本は昔長い間交流していたため、たくさんの言葉が入ってきました。カステラ、パン、ボタンなどがあります。他にタバコ、おんぶなどは私もそうですが、多くの日本人も日本語だと思って使っていると思います。次にフランス語由来の外来語には、グルメ、アンコール、ズボンなどがあります。そしてドイツ語由来の外来語にはワクチン、リュックサック、アレルギーなどがあります。どれも日常的によく使う言葉ですね。さっき紹介した外来語の中にも日本語だと思って使っていた言葉がいくつかありましたが、もうこれは完全に日本語だと思ってたけど、実は外来語っていう言葉が他にもいくつかあるんです。例えば、天ぷら。日本語じゃないのって思いますよね。天ぷらも外来語なんです。ポルトガル語の調味料という意味のテンペロが由来だと言われています。他にはお寿司で食べるイクラです。これも日本語じゃないのってびっくりしちゃいますよね。実はイクラも外来語で、ロシア語の魚の卵、小さくてつぶつぶのものという意味のイクラに由来するそうです。今回私も外来語について調べていて驚きました。そしてさらに面白い和製英語という外来語があります。和製英語とは一見英語や外国語から来た言葉のように見えますが、実は日本でしか使われない日本で作られた英語という意味です。日本で作られた英語？何のことかわからないですよね。例えばノートパソコンやビーチサンダルなどがあります。それに運転免許はあるのに、ほとんど運転したことがない人のことをペーパードライバーと言います。これらの言葉は一見英語のようですが、実際には英語を使う国では使われていない言葉ですよね。このように今では日本語で話すときに外来語を使わずに話すことが難しいぐらい、日本にすっかり定着しています。しかし、必要以上に外来語を使いすぎると、いろいろな問題が起こる可能性があると心配する声もあります。皆さん、
例えば会社の会議で次のように話す人がいたら何を言いたいのかわかりますか？このイシューについて私のコンサーンはフィジビリティストがちゃんと行われているかどうかです。と言われても何を言っているのかわかりませんよね。まさか本当にこのように話す人がいるの？と思うかもしれませんが、実際にいるという話を聞いたことがあります。でもこのように話す人は会社でもあまり好きな人はいないでしょうね。外来語は使いすぎると日本語でのコミュニケーションに問題が起こることがあるので注意が必要です。皆さんは日本語を勉強していて、日本ではどうしてこんなにたくさん外来語を使うのか不思議に思ったことはありませんか？日本人の私もそう思います。一番の理由は、日本語は新しい外来語を作りやすい言葉だからです。外国語の単語を日本人が発音しやすいように日本式に読んで、書くときにはそれをカタカナで書けばいいだけなのでとても簡単です。フランス語のように単語に性別があるわけでもないし、中国語のように漢字の意味を考える必要もありません。だからすぐに新しい外来語を作り出すことができてしまいます。日本の歴史を見ると外来語をうまく日本語に取り入れて、今では日本語だと思うほどに普通に使われている言葉もたくさんあります。しかし最近よく見られるように、何でもかんでも外国語を外来語として使うのは、日本人にとっても日本語を学ぶ外国人にもいいことだけではありません。日本語で表現できる言葉は、しっかり日本語を使ってコミュニケーションを取ることがお互いのために大切だと思います。今日は日本で使われている外来語についていろいろお話ししました。皆さんも外来語に関する面白いエピソードなどあるんじゃないですか？よかったらコメントに書いて教えてください。面白いものがあればぜひ今度紹介させていただきます。それでは今日はこの辺で。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。それでは、よみのポッドキャストでした。またねー。